こんにちは、とうこママです。子供6人を育てる母です。末っ子を出産してから6ヶ月が経ちました。あっという間の6ヶ月のような気もしますが、いろいろありすぎてかなり濃い半年でした。出産や授乳で赤ちゃんにカルシウムが取られたことで、産後1ヶ月腰の骨を圧迫骨折し、ものすごい激痛で約 1,2 ヶ月は寝たきりで過ごしていました。詳しくはこちらの動画に載せています。そこからは胸から腰までを覆うコルセットをつけての不自由な生活でした。日に日に大きくなる息子を抱っこできないことが一番大変だったかもしれません。半年経ち、先日病院で MRI 検査をして完治が確認できたので、コルセットを取る許可が出ました。骨折箇所は治ったのですが、 MRI を見ると6人出産したこともあり、体はガタガタ。出産って本当に体の栄養を持っていくんだなと思い知らされました。息子をおんぶしても大丈夫だよと先生は言ってくれたんですが、やっぱりまだまだ不安です。ゆっくりと元の生活に戻していければいいなと思っています。ご飯どうしようかな。平日の夕方、晩ご飯の準備を始めます。お米は朝晩2回炊いています。とりあえずお米をセットしとかないと。お餅の練習するの？遊んでくれてんの？頑張ってご飯さっさと作っちゃうが。平日の晩ご飯は下の子たちを見ながら作るので、最近はなるべく手のかからないものばかりです。今日は白菜とひき肉のはさみに、きのこと卵の中華スープ、ほうれん草とコーンの炒め物などを作ります。まずはきのこと卵の中華スープから。きのこはしめじ、えのき、しいたけ。きのこは切って入れるだけでうまみが出てくれるので、本当に頼れる存在です。きのこには骨を丈夫にしてくれたり、体の調子を整える大切な栄養素のビタミン D がたっぷりと含まれています。産後の骨粗しょう症の治療でビタミン D の薬を毎日飲んでいるんですが、やっぱり食事から栄養を取りたいものです。きのこは水の状態で入れてゆっくりと加熱すると、きのこのうまみがよく出ます。ここに鶏ガラスープの素とオイスターソースを入れて火にかけます。隠れがいい、隠しがいい。お正月にもらったおじいちゃん手作りの白菜4玉は残り1玉になりました。たっぷりの白菜と豚ひき肉を使ってはさみ煮みたいなものを作ってみます。白菜こんなもんあれば足りるかな。いっぱいみんな食べるから。何が？これ。おネギ？そのネギお兄ちゃんかなお姉ちゃんかな、どっちだろうね。ひき肉にはニラをたっぷり混ぜ込みます。
白菜と豚バラ肉のミルフィーユ鍋ってありますよね。それをちょっとアレンジしたものを作ってみます。白菜大量消費の思いつきメニューです。今回初挑戦、美味しくできるといいのですが。豚ひき肉には塩を入れて、まずはしっかりと揉み込みます。私は何を作ってんだろうこれは何になるんだろうねこれね。わかる。白菜とニラと豚ひき肉。調味料はオイスターソースに醤油、ごま油、鶏ガラスープの素を加えます。白菜とニラを食べた時のバランスが取れるようにしっかりめに味をつけておきます。ニラを加えて混ぜ込みます。あっちゃんダメ。そうやって泣きちゃった。これはいよ。いやちょっと待ってよ。よいしょ。ちょっと待ってね。あ、ここさ、下さ、ゴロン、床でさ、過ごしてあげようとしたら、ここに座ってるの飽きちゃったんだよ。これさ、引いて、それ下下ろしてくれる？ここ。ゴロン、ここでゴロンさせてあげて。ママ、手お肉なんだよ、手お肉。じゃあいけるかな左手で。手お肉なのよ。はい、はい、支えて、支えて、支えて。はい、ここでゴロンしてて。ちょっと待って。手がお肉なの、ママ。ここにお肉挟んでみようかな。どうなるかね。どうなるかね。穴ぼこ開いてるとこはダメだからね。穴ぼこ開いてるからね。それでそしたらその上にまた白菜やって、またお肉やって、いけるかな。お肉足りるかな。白菜が足りないよ。白菜が足りないかな。白菜とひき肉を交互にのせていきます。加熱すると葉っぱの部分は縮むので、白い部分の中心にお肉をのせていきます。ちょどうした？ちょっとどうしたの？じゃあどうした？寝返りしたの？あおちゃん、ここで自分で。ゴロリンしたよ。すごい、自分でゴロリンしたの？すごい。そしたらゴーンしちゃったんかな。ねえ。あと目もあってだよ、ほんえ。なんかおもちゃ持ってきてあげてよじゃあ。まあ肉の手だから。うん、肉の手だからもう。詰めたけど切れるかなこれ。何が？サンドイッチにしてみた。白菜とお肉のサンドイッチ。切ってみます。うまく切れるでしょうか。なかなかいい感じです。鍋の中に並べていきます。どうかね。お、いい感じや。思ったよりいい感じだ。最後入りきらないなこれ。立派な白菜なので鍋の中はぎゅうぎゅうですが、
頑張って詰め込みます。入るかな、入れたい。どうにかして押し込みたい。てる場合じゃないよ。押し込みたい。どうにかして押し込みたい。なんとか全部入りきりました。この後は酒を入れたら蓋をして白菜が柔らかくなるまで蒸し煮にします。ほら、帰ってきたらさ、お弁当箱出してよ。いい？聞いてる？横腹痛い。流して帰ってきたの？俺魚食べてた。魚食べたい食べたい。今日ホッケ弁当どうだった？おかえり。あっちゃん、もう待ってられないんだよね。抱っこしててちょっと。もうぐずぐず。娘が布団を持ってきてくれました。寝返りを始めるようになると目が離せないですね。6人育てた中で一番動き始めるのが早い気がします。3本で150円でゲットした見切り品のネギはシンプルにフライパンで焼いて塩で食べようと思います。いつもはオリーブオイルで焼くことが多いですが、今日はごま油です。白菜のハサミにはいい感じに火が通っています。ネギには塩を振っておきます。最悪。ラー油ひっくり返しちゃった。ああ、もうやんなっちゃうんだけど。最悪。ラー油が。肘にラー油が当たってひっくり返してしまいました。この忙しい夕方にほんと嫌になっちゃいます。火つけたまんまだ。ネギは蓋をして蒸し焼きにしておきます。ごめん、ちょっと待って。ここさ、ラー油が好きなんだよ。ごめん。じゃあ。ダメだもん。あうちどうしてそんなに泣くの？赤ちゃんは泣くんだよ。泣くのがお仕事なんですよ。泣いてばっかりいる。あうちは泣くのが仕事？わたわたしていたらネギがかなりいい色に焼けました。ネギを焼いて塩をしただけ。シンプルにネギの美味しさを味わう一品完成です。ほうれん草。最後にもう一品。これもさっとフライパンで炒めるだけ。5分でできるほうれん草とコーンの中華炒めを作ります。ほうれん草は食べやすいサイズに切っておきます。コーンは子供たち好きですよね。ひと手間ではありますが、ニンニクと一緒に炒めてあげるとぐっと本格的な味になります。少し多めの油でニンニクの香りを移します。後ろで末っ子がぐずぐずいっているので急ぎます。調味料はとってもシンプルです。水と鶏ガラスープ、そしてお塩。
ほうれん草の根元の部分を先に入れて炒めます。火がある程度通ったら葉っぱの部分を炒めます。最後に合わせておいた調味料をあとは入れるだけ。炒めすぎるとほうれん草のシャキシャキ感がなくなるのでスピード勝負です。忙しい夕方にはぴったり、ほうれん草とコーンの中華炒め、5分で完成です。もうさ、ご飯するよ。いい、片付けてね。人数分出して。最後にきのこと卵のスープを仕上げます。今年の冬は本当に冷え込みますね。そんな時にはやっぱり温かいスープです。水溶き片栗粉でとろみをつけてから卵を回し入れます。水溶き片栗粉を入れたらしっかりと加熱します。溶き卵を入れてふわとろ卵スープです。これ子供たちが大好きなんですよね。最後にごま油を一回しして黒胡椒を振りかけます。これもさ、入れて。お汁持ってくよ。持ってくよ。そこ開けてね。白菜とひき肉の挟みには白菜がお肉のスープを吸っていい感じです。夕方5時半から作り始めた晩ご飯は途中トラブルもありましたが無事に完成しました。みんなで晩ご飯にしましょう。いただきます。今日はなんだろうね、白菜のミルフィーユ鍋かな。鍋。ガバッと取って。どうそれ。丸い。いただきます。冬うまいよね。これむちゃ美味しいね。めちゃうまい。普通のさ豚バラ肉より美味しいよ多分ねこれね。豚バラも美味しいけど。俺豚バラが好きだね。これ美味しいわ。あーいいね。お出汁が出てる。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。左家のご飯公式 LINE からパラパラチャーハンの作り方など無料動画を3本プレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてね。また次の動画でお会いしましょう。